そういう感じ。どうも料理のお姉さんリュウジです。ということでですね、今回はですね、久々の至高シリーズでございます。久々でもねえか。今回はね、至高のつくね。つくねどうですか？好きですか？僕もつくね大好きなんですけども、僕がいつも行くとこのつくねで美味しいと思うつくねって塩つくねなんですよね。大体ね、タレで出すとこ多いじゃないですか。もちろんね、これね、途中でタレに変えたらタレで食べることもできるんですけど、僕はね、これ、塩が一番うまいと思ったんで、今回は満を持して作る塩つくねです。しかも材料がめちゃくちゃ簡単です。これが焼き鳥屋さんで出てくる、この店いい店だなって思うぐらい美味しいですね。至高のつくねやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料ですが、こちらレンコン、長ネギ、具材もこれだけなんです。そして鶏肉、鶏もも肉、大体ねこれ 300g ちょいぐらい、皮を外して大体 250g から 260g ぐらいの、ものになります。はい。で、つくねなんで皮ちょっと今回外しちゃいます。なんで皮がついた状態で310とか 20g ぐらいのものを用意していただくといいと思います。で、あと塩なんでレモンちょっと添えたらいいです。以上の食材でやってます。ということで、至高のつくねを作る上で何が重要か、自らを至高にしていくことですね。こちらでございます。今日のこれならい4まあ半分しか入んなかったので小吉です。可も不可もなくっていう感じですかね。でも皆さん大丈夫です。僕の動画を最後まで見ていただきましたら大吉になります。飲酒シーンも飛ばしちゃダメですよアルチュマシンも終わっとるやんこれ。ジャック・ダニエルを追加します。創業当時からの継ぎ出しなんだよこれ。じゃあ自ら至高にしていかないとね。はい、じゃあ乾杯。ということでやっていきたいと思います。はい、やっていきたいと思います。じゃあまずね、お野菜切っていきます。レンコンですね。レンコンはどう切ってもいいんですけど、まあちょっとスライスしましょうか。で、レンコンの皮はつけてても全然大丈夫です。細かくしちゃうんで気になりませんこれ多分。もしあれだったらレンコンの水煮とかでいいです。今回生のレンコンあるんで生のレンコン使っちゃいますけども、水煮でも全然平気です。これぐらいになったらちょっと細かくしていくんですよ。で、なんでレンコン入れるかっていうと、これ焼き鳥屋さんのつくねって大体このね、レンコンとか有名なのは軟骨つくねですよね。軟骨つくねとか入ってるじゃないですか。でも軟骨ってなかなか売ってないんですよ。なんでこのレンコンで食感を再現したいなと思いまして、で今回はこれを使っています。そうするとね、コリコリっとしたね食感がつくねに足されてね、すごく美味しいんです。こうするとね、シャキッとした食感が足されて非常に美味しくなるんですね。そして、今度長ネギです。この薬味の代わりにもなりますんで、今回ね、生姜とか入れてないんですよ、実は。ネギとレンコンだけなんですよ、お野菜。でも、この混ぜっ気のないこのつくねがすごい美味しい。僕の美味しいと思った、焼き鳥屋さんのつくねもほとんど混ぜがなくて、肉を食わせるような感じ。このつくねね、ほんとうまいから食べてほしいんですね。で、ネギもみじん切りですね。ネギの野郎はね、細かめにした方がいいです。はい。レンコンがね、少しコリッと固めになるんで、シャキッと細かく切っておいた方が、後でお肉と混ぜた時に混ざりやすいんですね。で、大体のつくねだと、鶏のひき肉をやると思うんですけども、僕は今回はひき肉は使わずに、もも肉叩いてやります。はい、こんな感じでございますね。で、こいつはボウルに入れておきます。このボウルに入れちゃいます。レンコン入れがうまいんですよ。軟骨入れたのでまたちょっと違う味ですねこれね。そしたら今度はもも肉でございます。胸肉でやるとつくねの場合パサついちゃうんですよ。なんで僕は一番うまいのはもも肉オンリーだと思ってます。はい、もも肉派なんで僕。皮ね、一緒に叩くよりはちょっと外して別のお料理に使った方がいいので、こうやって剥がします。で、皮は別の料理に使います。そしてもも肉をこれ切っていきますね。はい、これから包丁でミンチにしていきます。ちょっと面倒なんですけど、これで作ったつくねマジやべえんで、この作り方で作るつくねは塩味です。タレはね、タレでまた別の混ぜ込んだやつを使う方がいいかなっていう風に思いますね。僕はね、僕焼き鳥好きなんでつくねは相当どの店でも食べてるんですけど、この至高のつくねはマジでうまいです。もう一回切ろうか、横で。そしたらよく切れる包丁の方がいいです。はい、さっきの状態も細切れぐらいですね。細切れを叩いていきます。こうやって
最悪ね、ミキサーとかいうね、手段もあるんですけど、ミキサーだとね、細かすぎちゃうんですよ。なんで包丁で叩く。そうすると肉の食感がすごい残ります。だってこのももって焼き鳥に使うぐらいですから、うまいっすよね。つくねってひき肉でやるじゃないですか。ひき肉っていろんなお肉が混じってるんですけども、それをもも肉でやるっていうのはそりゃうまくなります。まだね、そこの方が粗いんですよ。これ何回か繰り返す。多分 YouTube で出てるものをつくねよりうまいです。で、細かさっていうと粗さが少し残りつつもひき肉になってる状態なんですね。これもうちょいですね。言うて粗くてもいいって言ってもつくねなんで、最終的にはつくねっていうのはやっぱりひき肉なので、ギリギリひき肉になってるぐらいまで叩いた方がいいです。ちょっと面倒ですけども、これで作ったつくねはマジでうまいです。だいたいこれぐらいですかね。わかりますかね。もうこうやってこう丸く成形できるぐらいね。こうやって肉団子になるじゃないですか。こういう感じですね。ちょっと粗めでいきましょう。はい、こんな感じです。で、こいつをボウルに入れます。はい、それではですね、これ種をこねていきます。こねる調味料はマジでシンプルです。塩小さじ3分の1杯、片栗粉だけつなぎで入れます。卵とか入れないんです。卵入れると肉の食感が減っちゃうんです。片栗粉小さじ半分。これもうほんとシンプルです。そしてお酒、片栗粉だけだと結構硬くなっちゃうんで、お酒小さじ1杯。これ風味付けと、あと水分調整、水で調整するよりいいです。はい、そして揉んでください。揉み込んでください。わかりますか？こういい感じのこのひき肉になってる。で、よくこねて、でこれでもう完成なんですよ。つくねはかなりシンプルでしょ。これがうまい。つくねこねる時はこれちょっと手に油つけるといいんですよ。そうすると手に肉がつかないんで、こんな感じですね。で、大体この量だと4個ぐらいできるかな。はい、ちょうど4個できますね。中ぐらいのね、つくねができます。串に刺してやるところもあるとは思うんですけども、今回はね、もうご家庭でももうやりやすいように、もう本当に丸めただけのつくね、鶏の塩ハンバーグみたいな感じになります。これで用意できましたんで、今度は焼いていきます。はい、じゃあ焼いていきます。はい、油引いてください。ごま油とかで焼いてもいいんですけども、今回はマジでシンプルにいきます。シンプルだからこそうまいです。これまずね、温めてください。強めの中火ぐらいでいいです。ちょっと俺酒全然飲んなかった。くわー、油温まってきましたので、ここから焼いていきますよ。で、こんな感じですね。シュッと。はい、こんな感じですね。じっくり焼いていきますね。ハンバーグじゃないので、厚さもそこまでないので、中まで火が通ればって感じですね。で、ひっくり返して、よいしょ。ほら、いい焼き目がついてるでしょ。ほらほら、これなんですよ。このシンプルつくね、これがね、最高に美味しいんですわ。ここなんですよ。ここ一番重要ですから、皆さん。塩と味の素を振ってください。ここです。焼き鳥屋さんって焼いてから塩振ってますよね。表面で感じる塩と、肉の内部で感じる塩って全然違うんですよ。焼き鳥屋さんの食べた時にうまっていう感じって、表面に塩と味の素がついてるから美味しいと思うんですね。で、基本的には焼き鳥屋の塩味っていうのは大体味の素入ってます。高級なところは昆布水とか塗ってます。昆布水でもいいんですけど、もちろんただもう味の素と振るのとそこまで変わらないんで、ここでお塩を振る。これが焼き鳥のうまさの秘密です。これ表面に振るんですよ。最初に全部こうお塩の味だけで決めないっていうのはこういうことなんですね。で、パラッパラッと一面でパラッとでいいです。で、裏面焼けたらひっくり返してもう一回振りますからね。両面に振るんだこれ。ここが一番重要ですからね。最初に旨味がガツンとくることによってビールやハイボールと合うっていう、そういう最高のつくねを作り上げられるんですね、これね。はい、で、裏来ました。裏にもお塩。ここら辺はね、好みなんで、薄味が好きな方は薄く振ってください。で、味の素もパラパラパラでいいです。パラ、全体にパラ。この味付け最高に重要です。はい、そしたら全体に火が通りましたね。火を止めていただいて、はい、そうしましたら、ここに盛り付けていきます。これもうぶっ飛びますよ。これ俺めっちゃ自信あるもん。これリュウジさんの一番好きな食べ物何ですかって言って、焼き鳥って即答するぐらい焼き鳥好きなんですよ。だから相当食べにも行ったんですけど、これはマジやばいです。
こんな感じですね。であとはレモンね、ここら辺に添えていただいて、でこちらで至高の塩を作れ完成でございます。じゃあ皮はね別料理で使うんですけど、ちょっと後で考えます。まあこの副産物が出るっていうのもいいということですね。じゃあこう刻みました。はい、これはもうまた別個で置いときましょう。はい、これはまあつくね関係ないですから、余った方だけ覚えておいてくださいね。じゃあちょっとね鶏皮ポン酢の作り方もう僕流でもうほんと簡単ですけど、お塩入れたら塩水、もうこれ沸いてます。沸いてるところに、さっき切った皮をトントンとも入れていく。で、鶏皮っていうのは薄いんで、ちょっとねもう本当に1分ないぐらい茹でれば大丈夫です。火が通るとね鶏皮コリッとしてくるんでね、揚げます。でこれに鶏皮のうまみ入ってるんで、これは後でスープにしていいんでね。で僕はこれあったかい状態でネギ絡まっちゃいます。そうするとネギ甘み出てくるんで、あとはねポン酢と七味かければそのままでおつまみになっちゃいますから、これすごいおすすめですよ。これね、はい、ポン酢かけのはい一味ね、ボールで出すだけど、はい、全部無駄にしません僕は。はい、これでおつまみしていきます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。じゃあまずはこのままいただきます。うおこのねレンコンとネギのシャキシャキ感残ってんの最高にうまいですね。もも肉でやってあるからすごくジューシー。食べた時にやっぱり塩と味の素の味がガツンとくるんですよ。でもうまっ。叩いたもも肉ってなんでこんなうまいんだろうね。鶏肉ってイノシン酸が入ってますんで、味の素グルタミン酸と鶏肉のイノシン酸が合わさって相乗効果が得てるんです。これが最高にうまい。ちょっとね美味しいようでレモンもいいんですけど、柚子胡椒とかも合いますよこれね。ただこれねシンプルでめちゃくちゃうまいんで、全然塩でいいっす。うまい。どこの焼き鳥屋にも負けない。鶏皮ポン酢もいきましょう。鶏皮ポン酢ってなんでこんなうまいんだろうね。茹でただけっすよこれ。うまい。おうちが焼き鳥屋になりますこれ。ということで食べちゃいます。はい、乾杯。乾杯。よし、いただきます。一番手前でね。はい。これ焼き鳥屋さん。いただきます。はい。うまっ。うまいだろ。いや結構ほんと食べ応えあるんだ。粗い。叩いた肉の味。だから炭に焼かないともっと香ばしさ出ないのかなっていうイメージなんだけど、フライパンでもすごいしっかりなるんだね。そう、つくねに関してはフライパンで全然うまいと思ってる。野菜の香りが中に入るから結構ね香ばしさ出る。家で焼いて美味しいのはまあネギマとつくねぐらいかな。あと片栗粉が中に入ってるから表面が結構パリッとしやすくなってる。だからそこでちょっと若干のその焦げ目の香りが出るっていうのがあるんだよね。そうだから俺は家で焼き鳥を超えるのは絶対無理だと思ってて、炭炊けないじゃん。だから諦めてたんだけど、つくねだけはねかなり匹敵することができる。つくねレシピね結構やってるもんね。まあレンジが多かったか。レンジ多いね。あと豚が多い。豚はさ、豚多い。鶏ではあんまりやってなかったんだけど、タレも作ったんだけど塩がうまい。これはもう肉の味がダイレクトにくるから。これはね焼き鳥屋さんでこのまま置いても全然人気出る。本当に。であと食感がいいでしょ。レンコンとネギがこうシャキッと。ネギも残ってるもんね。ネギも残ってるんだよ。もしなんかもうちょっとコリコリが良ければレンコンもう少し大きく、俺結構細かくしたけどもう少し大きくしてもいいけど、これは好みだから。上質な焼き鳥屋に来てる気分。俺もマジ焼き鳥好きじゃん俺。ずっと言ってる。マジ好きじゃん。これはいい店レベルに高めの創作和食屋に出てきそうな感じだ。でも俺が一番うまいなと思った塩つくねの味を再現してる。俺は基本的にどの料理もベースがある。でそこはレンコンだったんだよね。
だから大体の焼き鳥屋さんはもも肉と胸肉を混合で作ってるんだあれってだからしっとりしつつも肉感もあるみたいなでこっちはかなりのしっとりとなんかすごくジューシーさを体現したやつだからプリプリしてこれはもう焼き鳥大好きだから考えられるという焼き鳥マスター焼き鳥マスターよいしょ焼き鳥マスターリュウジ俺たちの戦いはこれからだでも俺が一番うまいなと思った塩つくねの味を再現してくれるねこれじゃあ今度連れていや一緒に行ったとこじゃねえかなそうだっけわかんないあれどこだっけな塩がうまいとこあったんだよねつくねここだと